というわけで皆さんどうもこんにちは、オックスアウトでございます。今ご覧いただきました映像はこのね種類のフルサイズ対応のシネプライムレンズ、VP1、ビジョンプライム1で撮影してきたテストフッテージで、今日はねこいつをレビューしていきたいなというふうに思います。でこいつは何といっても安い、とにかくね安すぎるシネマレンズで、数年前からね中国のさまざまなメーカーが低価格なシネマレンズをこう次々とリリースしていて、だいぶね手が出しやすくなったなと思ってたらですね、さらに、それらのレンズの、だいたい半分ぐらいの価格で、なんとね1本10万円ぐらいで買えちゃいます。でさらになんとこのね E マウントだけじゃなくて、RF マウントだったり Z マウントとか L マウントと主要なねミラーレス4マウントに自分でここのねマウントタイプを換装できるので、複数メーカーのミラーレスカメラを持ってる人にはねほんとこうレンズを使い回せるので、僕もね最近ソニーの他にニコンを結構よく使うんですけど、これはねすごく嬉しいですね。ということでね、早速このビジョンプライム1を細かくねチェックしていきたいなというふうに思います。このシリーズは現状 24mm、35mm、50mm の3種類がラインナップされていて、絞りはね全て T1.4 となってます。でフォーカススローは270度で、重量はいずれも約ね 600g ぐらいで、プラマイね 10g ないぐらいの差なんで、ジンバルに乗せても、こうレンズを変えた時にねバランス調整も不要かなと思います。でこのねじ込み式のフィルタースレッド径は 67mm で、フロントの外径は 72mm となってます。でこのねメタルボディ非常にねビルドクオリティが高く、フォーカスリングのトルクっていうのもね、非常に滑らかなので、手動でこうピントを合わす時にも、硬すぎずピント調整っていうのがやりやすかったです。ただですね、こいつ回した時にちょっとね金属がこう擦れるような音がするんですよ。こんな感じで。そこまでね大きいわけじゃないんですけど、こいつを検証してた時にね撮ってた映像で、カメラのオンマイクには載っていたので、ちょっとね注意は必要かなという気はします。でこいつはねデフォルトでソニーの E マウントがセットされていて、他のマウント部分はねこんな感じでケースにドライバーと一緒に同梱されてます。この後ろの4つのネジを外して付け替えるだけなので、30秒もあればマウントをね変更することはできるかなと思います。実際にやってみると、レンズをねちょっと傷つけないように緊張はするんですけど、なるべくこうホコリとかが入らないように、焦らずね慎重に作業すれば、こんな感じで E マウントから Z マウントにね換装完了です。これでニコンのね Z6-3 とかにつけて撮影してみても、全くね問題なく使うことができました。これまで僕が揃えてたシネマレンズは、やっぱり一番使うソニーの E マウントのタイプを選んでしまいがちだったんですけど、ちょっとね例えばこうルミックスで遊びたいなとか、シグマの FP で遊びたいななんていう時には、それらはね使えなかったので、やっぱこれがね自分で交換できるっていうのは非常にポイント高いですね。またこういった安価なシネプライムって、このねマウント部分にラバーシールドがねないものが結構多いんですけど、このレンズにはねそれがちゃんとあるので、雨の中にねちょっと撮影をしたんですけれども、それでもね非常に安心して撮影することができました。次にね写りなんですけど、これがね結構バランスがいいんですよ。この手のシネマレンズを検討している人っていうのは、それこそねこう G マスターみたいに、とにかくこうクリーンでクリアな写りっていうんじゃなくて、シネマチックで、個性的な写りっていうのを求めていると思うんですけど、こういったね価格帯のレンズはたまに、個性が強すぎるというか、単純にちょっとね光学性能が低すぎて扱いづらいなっていうものもあったりするんですけれども、このレンズはこのね価格から考えると、非常にクリーンな写りなのと、あとねシネマチックな写り、それとのこうバランスが非常によく、すごくねコスパの高いレンズかなというふうに思いました。でレンズの解像感は 24mm はね開放から全域にわたってかなりシャープな写りをしています。 T2.8 に絞ってもそこまでね極端な差は感じられないくらいでした。
で 35mm と 50mm に関しては中心とね端は 24mm に比べると開放では少し甘い感じがするんですが、十分良好で T2.8 に絞るとねそれもかなり改善が見られました。で色周差に関してはどのレンズもねそんな極端な出方っていうのはなくて 24mm と 35mm に関しては結構ね抑えられてるんじゃないかなと思うんですけど 50mm ではね、この2本に比べればちょっとね大きめに出てるかなという感じではあるんですけれども、でもそんな極端に目立つ感じではないですね。そしてね、このシリーズ3本の色味は少しね、暖色傾向にあるかなと思うんですけれども、でもどのレンズの色味っていうのも非常に均一なので、色合わせは楽かなと思います。撮影した素材を見ていても、コロコロね、色が転んでいるっていう感じはなくて、同じグレーディング設定をこう一気にね、適用しても、色味の一貫性っていうのはしっかり保つことができてました。で、歪曲周差に関しては 24mm と 35mm が樽型で 50mm がね糸巻き型になってるんですけれども、でもねそこまで悪くないんですけど、ちょっとね 24mm だとこうした、平行なこうラインが目立つ構図では少しね気になってくるケースもあるかなと思うんですけど、ただでもこれもね簡単に補正できるレベルではあるかなというふうに思います。そしてフォーカスブリージングに関しては 24mm と 35mm ではほとんどね見られないんですけれども、 50mm ではね確実にこう目で見て分かるレベルで出てくるので、もしかしたらねこれはちょっと気になるなっていう人はいるかもしれません。そしてフレアとゴーストに関してなんですけど、ゴーストに関しては 24mm はね比較的少ない方かなというふうに思います。で 35mm だと、ちょっとね目立つようになってくるかなというふうに思うんですけれど、ちょっとねこの塊が邪魔かなというふうには思いました。で 50mm ではさらにね盛大に目立つようになるんですけど、さっきの 35mm とは違って極端にこう目立つ塊っていうのがないので、逆光撮影でクローズアップが撮りたいときは 35mm よりも 50mm の方が使いやすいかなというふうに思いました。でこの 50mm はねフレアが盛大に出るんですよ。これはね、クリエイティブに使えば、ノスタルジックな雰囲気にもなって、個人的にはねこのカットなんかはこう雰囲気がめちゃくちゃ好きなんですけれども、本当にねうまいことを使わないと、ちょっとね危ないかなっていう気はします。なので、どうしてもねこう安全に撮りたいということであればバーンドアがついているマットボックスをねこう使う方が安全かなというふうな気はしました。そしてね T1.4 っていう明るさはやっぱりね G マスターシリーズのように、ローライト環境で映像をクリーンに保って撮影することができますし、そこからね得られるこのボケ味っていうのもこれもね非常に滑らかで大きく、ソニーのね F1.4GM よりもこっちのね T1.4 の方が、より大きなボケが得られるんじゃないかなというふうにね個人的には思いました。玉ボケも玉ねぎボケっていう感じはなくね非常に綺麗ですね。で最短撮影距離に関しては 24mm で 0.26 メートル、35mm で 0.3 メートルで 50mm で 0.43 メートルとなっていて、シネプライムとしては、24mm はそこそこ寄れる方かなと思うんですけれども、他の2本に関しては、平均的かなといった感じですね。はい、というわけで最後にねこの種類のビジョンプライム1、僕のちょっとこう感想をまとめていくと、やっぱりその価格と写りを考えると今一番ねコスパの高いシネプライムの選択肢なんじゃないかなというふうには思います。今日ねいろいろ検証した結果をお見せした通り、24mm と 35mm は非常にこう癖なく撮れるんですけれども、50mm は結構やっぱね、癖が強めといった感じはするので、この 24mm と 35mm を使って抑えるとこは抑えつつ、この 50mm を使ってね、ちょっとこうクリエイティブな、それこそ B ロールとかをバッチリかっこよく撮るなんていう使い方ができるんじゃないかなというふうに思いました。実際僕もねこの 50mm で撮ってたやっぱり絵っていうのが見てみると一番好きかなという感じはしましたね。これからね初めてこうシネプライムを買いたいっていう人で、低照度環境でボケ感が必須なこうウェディングムービーだったりミュージックビデオっていうのを、シネマレンズで撮りたいなという人にとっては非常に有力な候補になると思いますし、僕もねすごくおすすめできるかなというふうに思いました。あとはねやっぱりねなんといっても
マウントタイプが自分で変更できるっていうのはこれは強いですよ。僕みたいに、ミラーレスカメラを中心に使ってる人だったり、あとは趣味でやってる人なんかはね、結構いろんなメーカーのねカメラをお持ちだったりすると思うので、そういった人はねやっぱりすごくこいつは重宝するんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで本日はこの種類のビジョンプライム1のレビューでございました。ここまで見ていただいた方でね、チャンネル登録がまだお済みじゃないという方は、ぜひチャンネル登録と、あとグッドボタンをね、押していただけると非常に嬉しいかなというふうに思います。はい、それではね、皆さんまた次の動画でお会いしましょう。ピース。